はいどうもこんにちは。寝言ビデオの今です。この寝言ビデオですね、動画編集ソフトのプレミアプロのチュートリアル動画を中心にですね、平日の月曜日から金曜日まで毎日動画をアップしています。動画編集初心者の方でもご覧いただけるようにですね、できるだけ詳しく分かりやすく解説しておりますので、ぜひですね、チャンネル登録いただいてご覧ください。はい、では今日もやっていきたいと思います。今回解説する内容はですね、テキストって色をつけたりは皆さんできますよね。そのテキストに色じゃなくて柄とかですね、装飾をつけるテクスチャーの入れ方っていうのと、その素材のですね保存場所について解説していきたいと思います。テクスチャーって皆さんご存知ですか？例えばですね、テキストとかテロップの色を変えれますよね。赤とか青とかにはそれをですね、ヒョウ柄とかですね、チェック模様とかに変えることができるんですよ。でしかもですね、その変えたい素材っていうのはですね、 JPEG で自分で用意することもできるんで、例えばなんですけども、写真とかでもできるんですね。でこれをテクスチャーって言うんですね。このですね、テクスチャーの入れ方っていうのはですね、めっちゃ簡単なんで、もう早速ですね、パソコンの画面の方でその入れ方をですねご覧ください。はい、では画面の方で解説していきたいと思います。今回ですね、レガシータイトルを使いますので、上のメニューのですね、ファイルから新規、こちらですね、レガシータイトルを選択してください。名前は何でも大丈夫です。で、こんな感じでレガシータイトルの画面が開きましたので、ちょっと見やすいように広げますが、まずですね、どんな感じでもいいのでテキストを作ってください。では、いつも通り寝言でいきます。で、ちょっとフォントが小さいのと、フォントも変えたいので、右側のですね、レガシータイトルのプロパティのフォントファミリーですね、をクリックして、ちょっとできるだけちょっと太めのフォントがいいですね。こんな感じでどうですかね。で、あとはフォントサイズをじゃあ300ぐらいにして大きくします。で、中心にちょっと置きました。こんな感じでちょっと太めのですね、テキストを作りました。で、これのですね、例えばカラーを変えたりですね、例えば赤にしたりとかですね、水色にしたりとかっていうのは皆さん簡単にできると思うんですけども、これをですね、ここのテクスチャーっていうのがあるんですけども、このテクスチャーのところにチェックをつけていただいて、この左側の三角をクリックしてください。するとですね、こんな感じでテクスチャーのいろいろメニューが出てくるんですけども、このテクスチャーっていうところですね、ここをダブルクリックしてください。するとですね、こんな感じでテクスチャーのフォルダが開きます。わかりやすいようにですね、アイコンっていうのに変えます。するとこんな感じでいろんな JPEG だとか PNG だとかがありますので、こちらをですね、そうですね、じゃあどれにしようかな。これにしましょうか。これを選択して開くをクリックします。すると、こんな感じでテキストの中にですね、こんな感じで先ほど選んだ画像の模様が入るんですね。もう一度ちょっと他のを選んでみましょうか。例えば何がいいですかね。じゃあちょっとこの炎みたいなやつにしてみましょうか。こんな感じで文字が燃えてる感じになってますよね。こんな感じでですね、テキストにですね、色をつけるんじゃなくてですね、模様を入れ込むことができます。これでちょっと左側 OK 出していただいて、こちらにタイトルできているので、これドロップしてタイムラインに入れるとこんな感じで、そのままこれが使えます。わかりますかね？こんな感じで。で、こんな感じでですね、テキスト自体にですね、柄をつけたり装飾することをテクスチャーって言うんですけども、先ほど開いたですね、テクスチャーのフォルダの中にですね、自身で例えば何か撮った写真だとかですね、柄を自分で作ったりした場合ですね、そのテキスチャーのフォルダの中に入れてですね、何度も使うってこともできますので、そのテキスチャーのフォルダの場所もですね、合わせてご案内しておきたいと思います。ではちょっと画面はプレミアプロじゃなくなるんですけども、でファインダーでアプリケーションですねを選択して、プレミアプロですね、左側の三角をクリックして、この Adobe Premiere Pro 2020.app ってあるんですけど、アプリケーションですね、これを右クリックしてですね、パッケージの内容を表示っていうのを選択してください。すると、コンテンツっていうフォルダが出てきますので、左側のこれもちょっと見やすいようにこれに変えましょうか。コンテンツのフォルダをクリックするとずらずらっと中身が出てくるんですけども、その中にこれですね、プリセットっていうフォルダがありますので、このプリセットのフォルダの中のこちらですね、テクスチャーっていうフォルダがありますので、この中にですね、素材を入れていただくと、さっきのフォルダの中身になります。こちらのフォルダの中にですね、ご自身で作った素材ですとか、写真とかを入れていただくと、毎回ですね、こちらのテクスチャーのここですね、をクリックした時に、この中に出てくるようになりますので、もしですね、よく使う素材なんかがあったらですね、こちらに入れておくと便利だと思いますので、ぜひ使ってみてください。
画面の方では以上になります。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画はですね、テクスチャの入れ方を解説しました。テクスチャの入れ方はですね、もうめっちゃ簡単なんで、あとはもう本当に素材次第でいろんなテキストっていうのが作ることができます。YouTuber の方がですね、結構使ってますけども、それ以外でもですね、結婚式ムービーとかですね、企業系 PR のですね、動画とか、そういうものでも結構使われてるんで、作り方っていうか入れ方もですね、簡単なんでですね、もうぜひこの機会に覚えておいてください。多分ですね、使う機会意外とあると思いますんで、実際ですね、私も意外と使ってます。なんでしっかりやり方を覚えておいてくださいね。ということで、今回の動画はこれで以上になります。今回の動画がちょっとでも良かったら、ためになったなって思っていただければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それとご質問ですとかご意見等ありましたらコメント欄にコメントを残してください。あと私 Twitter の方もやっております。そちらの方もぜひよろしくお願いします。今回は最後まで本当に動画をご覧いただいてありがとうございます。次回もぜひ最後までご覧ください。それでは今日はここまで。バイバイ。